どうも、日本語で喋りましょうの岡戸と、木村です。はい、このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話していきます。お刺身のように新鮮で生の日本語をお届けするので、ぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はこの前見たニュースについて話したいんだけど、京都の祇園の舞妓さんに関するルールなんだけど、このニュース見た？見た。うん。ちょっと軽くね、ニュース読んでない人のために説明すると、コロナがさ、あって、外国からの観光客の減ってたけど、また最近ね、コロナも収まってさ、外国人の観光客の人が、どんどん増えてきて、で、やっぱり京都、もう一番人気のさ、ところでさ、やっぱりいろんな観光客が京都に行くんだけど、その中で、舞妓さん、京都にいるからさ、その舞妓さんを、執拗に追いかけて写真を撮ろうとする、なんか舞妓パパラッチって呼ばれてる人たちがいて、マイコパパラッチっていうの。そうそうそう。で、プラス、いつだったっけな、多分去年か、そのぐらいの時うん。に、ドラマで、まかないさんっていう、京都を舞台にしたドラマがあはって、いはいはい。見たことある？見てはないけど、知ってる。ネットフリックスだったかな。上がってたよね。そうそう、俺見たんだけど、結構いいドラマで、本当。結構面白くて、舞妓さんと、舞妓さんの料理を作ってあげる、なんか、家うん。政婦さんみたいな人がいて、その人がまかないはいはいはい。さんって呼ばれてて、そはいはいはい。の人たちの生活を描いたドラマなんだけど、やっぱうん。りね、見てて街並みも綺麗だし、うん。そのドラマを見た人は、京都に行って、同じところで舞妓さんの写真を撮りたくなっちゃうのよ。なるほど。聖地巡礼的な。そうそうそう。日本でもよくあるじゃん。アニメとかのさ、実際にある背景のところを聖地巡礼として写真撮りに行くみたいな。あるね。うん。うんそれと同じことが起きてて、で、問題は、京うん。都にはたくさんいろんな道があって、で公道って言われる誰でも入っていい道と、市うん。道っていうプライベートの入っちゃいけない道が、なんかいろいろ混ざってるんだけど、うん。写真を撮るためにこの市道、入っちゃいけないところに入っていくパパラッチの人がいて、で、舞妓うん。さんと地元の人と、外国人のその観光客の人の間でトラブルがあったっていうのが背景なんだよね。うん。で、もう本当にひどい人はさ、舞妓さん見かけてさ、着物引っ張って、ちょっと待ってみたいな感じで、写真うん。撮ろうとしたりとか、なんか、タバコの吸い殻を、なんか、着物の袖に入れるとか、ええなんかすごいいろいろトラブルがあったらしいのよ。うん。で、そのトラブルがあってから、一応指導での、写真撮影はダメってなったんだけど、全然このトラブルが絶えなくて、で、今回、うん。指導にも入ってもいけませんっていうルールに変わったっていうのが今回のニュースなんだよね。なるほど。そうそうそう。で、もともうん。と指導って入っちゃいけないんだけど、もともとね。うん。でも、その地元の人が、好意で、ちょっと黙認してたところがあって、ちょっとぐらい人が入っても、いいでしょうっていう許してたんだけど、もううこれ以ん。上は、耐えられないっていうことで、禁止になったんだよね。そそうそうそう。やっぱり、ね、この旅行でさ、自う。うん。分の見たかった写真撮りたかった場所が目の前にあって、このう気持ちん。が舞い上がるのはわかるけど、やっぱりこういうトラブルが続くとね、こういうふうに立ち入り禁止とかになっちゃうから、ちょっと悲しいよね。そうね。指導のことはさ、うん。俺らも、日本語で例えばなんか看板とかでさ、書いてあるからこそ、なんか指導にうん。つき、指導のため駐車禁止とかさ、
うん書いてあったりとかするからこそ、うん。わかるけど、時々本うん。当はここが指導なのか、行動なのかっていうのは分かりづらい時もあるしさ。あるね、ある。うん。それが観光地となると、観光地でさ、そう、舞妓さんうん。たちがこう歩いてたりとかしててさ、うんうん。サインとかも日本語で書かれてたら、観光客、海外から来る観光客の人たちにはあんま分からない可能性もあるじゃん。だから、確かにね。うんうんうん。うん。そ今このコロナがこう収束してきて、いっうん。ぱいこの日本に観光客が来てくれてるっていうのと、それを予想した、上回ってしまったうんのかもうんうん。しれないしよ、その観光に来る人たちの量が。うんうん。なるほどね。今までは別にそんなに観光客が来てなかったから、まあ大丈夫だったし、うん。一人二人ぐらいいてもいいかってなってたけど、もう大量に来ちゃったら、もう対応しきれないみたいな感じ。そうだろうね。たくさんね、いっぱい観光客来れば、うん。それはその中にもマナーをなんだろうな、理解できない人とかもいるかもしれないし、うんうん。確かに。それはね、日本だけじゃなくて、海外でも、同じようにね、その旅行者が、マナーを知らなくてトラブルを起こすっていうのはあることじゃん。うんうん。そうだね。で、特に日本って結構ルールに厳しいからさ、この日本そう。とこのマナーっていうのは切っても切れないこの関係にあるっていうか。そうね。しかもさ、うん。日本では暗黙の了解とか、うん。察するとか、そうん。の、なんか看板とか、しっかりうん。ルールには書いてないけど、うん。これはやっちゃいけないっていうのが共通認識、俺らのうん。中ではあるけど、うん。特に字で書いてあったりとかってないことが多くて、うん。それじゃあわからない。海外うん。から来る人はね、そうだね。それは確かにこのニュース見て思った。だから、もちろん、旅行に来る人は、事前に、ルールについてとかマナーについて調べておく必要があるけど、今回のこの禁止みたいな形でもう、ルールとしてはっきり、明確に教えてあげた方が、暗黙の了解よりトラブルは今後起きにくいかなっていうのも思うよね。そうね。そうそうそう。もともとだからそれは、書かれてなかっただけで、やっちゃうん。いけないルールだったわけで、だからそうんうん。れがいざこの看板が用意されて書かれて、ルールが書かれてってなっただけで、そんなにもともとあるべきそのルールは変わらないはず。うんうん。だから逆に、こうやって禁止ってはっきり言って、日本人の、地元の人にとっても、これから来る観光客にとっても良かったのかもしれないね。そうね、その両方に多分これからもっともっとまだね、環境が増えると思うしさ、そうだよね。しっかりその線引きっていうか、うん。ちゃんとルールとかが、お互いにとって分かりやすくなってた方が、もっともっとこれから来る観光客のためにもいいと思そうね。今まで起きてしまったこのトラブルに関してはもちろん、残念だけど、これから減っていけばいいなっていうふうにう。うん、思うね。そうね。うん。うん。はい。皆さんの国では、こんな京都みたいに、観光地でのトラブルありますか？ぜひコメント欄で教えてください。ということで、今日は、京都、祇園でのトラブルについて話してみました。今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容のフリーガナーと英語訳付きのトランスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトロンサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。